本日はですね、今年一庭さんに推したい作品があって、はるばる千葉からやってまいりました。ありがとうございます。はい。はい。本日は小説を紹介したいと思っておりますので、あれノベル760始めていきましょう。佐島と庭の漫画760。忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。本日のコーナーは今日の持ち込みでございますが、普段は漫画を紹介しておりますこのコーナー、本日は私が選んだ小説をちょっと一本持ってきまして、それについて語らせていただきたいなと思っておりますので、番組名をノベル760に変更してお届けしたいと思っております。語りたいポイントのために軽くネタバレをしてしまいますので、ネタバレ一切困るって方は小説を読んでからお聞きください。はい、じゃあちょっと小説の話をねさせていただきたいと思うんですけど。ちょっと言葉を失ってるんですけど。はい、いいですかちょっと。何ですかちょっと飾ってたやつなんですけど。はいはい、はい。これ私が千葉からですね、わざわざ庭さんにもうぜひ読んでほしいと思い小説をね持ってきたんですけれども、これ今手元にございます。今日対面なんですよね。今日対面でやってるんですよ。はい。そう、千葉から僕が来てね。はい。やってるんですけど、何の小説を推したいかと言いますと、筋肉マン4次元殺法殺人事件という小説がございまして。筋肉マン。小説が。漫画じゃなくて。漫画じゃないです。ほら見てこれ、左上に小説って書いてんねん。でもちゃんとジャンプブックスって書いてある。そうジャンプブックス、小説って書いてるんですけど、これがすごい今年一、僕そんなに小説読んでないですけど、今年一やばいなこれはと思って、もう筋肉マンのアニメを見た時と同じぐらい、これ庭さんに言わなと思ってはるばるね、千葉からやってきて、佐島さんがやばいっていうのは大体あまりいい意味ではない気がするんやけど、ね、いやそんなことないですよ。不審な感じがする。これだって妻も全部読みましたもん。だからで面白いって言ってたんで。面白いって言ってた。今そこにいますけどね。このスタジオの中にいますけど。はい、敏腕マネージャーがそういるんですけど。いらっしゃると。読んで面白いって言ってたよね。言ってたよね。そう。圧がすごいなんかあんま良くない図やったと思うんで。ハラスメント感が。そうね。それあんまり夫婦間そんな感じなのかなとか思われるとちょっと怖いけど、読んでたと思うんですけど。はい。今回これを紹介したいんですけど、なんかテーマどうしようかなと思って、なんか活字離れを防ぐ対策はこれだとか、なんかそういうのしようかなと思ったんですけど、やはり筋肉マンのアニメの方、正座して見たみたいな話をしたと思うんですけど、新しいパートのやつね。そうパーフェクトオリジン編そうですねのアニメの感想会を僕ら2人で喋った回があったんですけど、こっちの小説の方はフォーマルな格好で清掃でお楽しみくださいっていうテーマでいこうかなと。っていうので僕今こんな格好してるんですけど今ねワイシャツにネクタイもつけて。清掃なのそれ。フォーマル。フォーマルにしてはちょっとカジュアルな気もするけどね。いやそんなことない。そう。アメリカではこれよ。そうなんだ。これ。なんでアメリカ式を持ち込んでくるね。庭さん T シャツで着てるからな。いやさっきまであんたも T シャツやったはずやねん。これ分かれてるから。いやなんかトイレ行って帰ってきたらなんか着替えとって。それはね。それはこれでは来られへんから。もういいよ分かった。本編行こう本編。そうね。小説の話ね。そうこれ筋肉マンの小説なんですけど、この殺人事件ってねタイトルにもついてるようにですね、超人による殺人、超人殺人を解くという、ミステリーオムニバスっていうのかな。4本ぐらい入ってるんですよ話が。そうなん1本じゃないんですね。そう時間軸的には順を追ってって感じなんですけど、4つの事件が入って、コナンみたいな感じ、で入ってまして、で時間軸で言うと、筋肉マンが王位を継承した後、筋肉性の大王になったってことだよね。後かつ、直近のパーフェクトオリジン編の前の話、だから間なんかなちょうど。
うん。ちょっと待って。うん。それはパラレルワールドの話ではないのこれ。これが、後でちょっといろいろ話すんですけど、その間の話なんですよ。同じユニバースのつながってる？で公式で、これをスピンオフと言っているのか、その間の話ですって言ってるのはちょっとわかんないんですけど、いわゆるカノンっていう、なんか、その本筋のストーリーとして換算していいのかどうかっていうのはわかんないんですけど。正史かどうかわからんってことだよね。そう。まあ、ちょっと調べてなかったんですけど、僕はそう思ってる。そう思ってます。いや、なんか、そう思ってるってずるいな。いや、そんなの歴史とかもそうやからさ。で、筋肉マンの世界で殺人事件が起きると。そう、起きるんですよ。ちょっともうなんか、いっぱい聞きたいことがあるんやけど、まあ、とりあえず聞きますわ。ありすぎて進まへん気がするから。一応ね、あらすじをざくっと紹介しておくと、まあ、多い継承したじゃないですか。筋肉性の大王になりました。筋肉マンが。はい。で、消息を絶ちます。筋肉マンが。じゃあ帰ったとかじゃなくて消息を絶ちます。いなくなるんや。いなくなって、ミートがやばいと、おらんくなった。探しに行かなってなるわけじゃないですか。大王やからね。そう。で、まあ地球に行くわけですよ。まあ、きっと地球だろうと。当たりをつけて地球に行って探し始めるんですけど、時を同じくして、まあこれ表紙にも映ってるんですけど、筋骨マンっていう、テリーマンの足を打ち抜いたりとかしたの。まあ初期から出てるキャラクターですね。そう、極悪非道なやつですよ。僕はよく使ってたけどね、ゲームで。まあそうですか。で、こいつも時を同じくしてですね、まあ筋肉マンに復讐をしたいと。負けてるから。なるほど。で、復讐をしたいから筋肉マンを探しているっていう筋骨マン。復讐するために探してるのね。そう。消息を絶ったっていう話は聞いたから、復讐しに行くぞと。ということで、まあ、くしくも目的が一致するわけですよね、この二人が。まあ一応そうか。一応ね。目的で、まあ手段が一致するというのかな。見つかった後のことは関係ないけど、とりあえず見つけるまでは一緒に見つけたいと。そうなんですよ。なんで、二人で行動を共にすることになるんですけど、探しに行く先々で、いろんな超人が不審な死を遂げていくっていう。いや、ちょっと待ってさ。なんかさ、大王が失踪する必要ある？二人が探しに行かなあかんからさ。いや、それは。そのために失踪させられたかのように聞こえる。でもね、まあこれ、まあ読んでほしいんですけど、そうか。読んでほしいんですけど、まあ今回そのね、清掃してフォーマルな格好でお楽しみくださいと言ったのがですね、これ、まあちょっとネタ本って思ってるでしょ、これ。いや、だって、筋肉マンは、漫画かアニメが、まあ、あって、小説でなぜ存在するのかがちょっと分かってないわけですよ、まだやっぱり。なるほどね。はい。これね、でも、ネタ本やと思って僕も買ったんですよ、正直。おもろと思って買ったんですけど、めちゃくちゃちゃんと作られてる。ミステリーしてるってこと？その以前の話で、なんかそもそも、これ、なんでミステリーなんみたいなとこあるじゃないですか。まあそらそうやね。筋肉マンでミステリーやる意味がよく分かってない。なんか漫画のノベライズとか、あとなんかスピンオフとかって、もっといろんなジャンルでやろうと思えばできるのに、ミステリーをあえて選ぶの、なんでなんやろうなと思ってたんですけど、読んでるうちに確かに筋肉マンって人死んでも大丈夫な世界やと思って。そういえば。いや、大丈夫な世界ってどういうこと？これ一つ目のポイントなんですけど、大丈夫なんですよ。これスピンオフもののね、宿命として、本編とは、頑張って辻褄を最終的に合わせないといけないっていう宿命あると思うんですよ。まあ、つながりがなさすぎたらそれはそれでよくわからへんもんね。そう。で、これ一応時間軸的にも本編でやったところの間の話をしてるから、ちゃんと後でまあ今やってるパーフェクトオリジン編に持ってこないといけないわけじゃないですか。一応ね。だから多分漫画のこういうスピンアウトみたいなやつって、学園ものとか多いと思うんですけど、鬼滅学園とか、進撃もあったかな。あと、銀魂とかも昔ノベライズで僕読んだことあるんですけど、なんかそれってもう世界が違うから、その本編とは。なんかみんな結構割り切って読めるみたいな。まあキャラクターがいて、違うユニバースで楽しんでるみたいなことだよね。そう。なんすけど、これはあくまでも、筋肉マンはあくまでも本編の時間軸で言ってるから、これ殺人じゃあ起こして大丈夫なみたいな、なるんですけど、まあこれ筋肉マンのシリーズね、ご存知の方はもう、まああれだろうなって当たりついてると思うんですけど、
筋肉マンの世界って、うん。超人パワーっていうのかな、超人強度みたいなのあるんですけど、はいはいはい。あれを捧げることで、超人って生き返るんですよ。そうらしいね。せやね。そうらしい。今まで何回もあったみたいなんですけど、生き返るんで、まあ、例えばこのね、ミートと筋骨マン、まあ、誰かが死んだってなって、誰か殺されたってなって、こう推理していくんですけど、まあ、ミートはめっちゃ頭いいんですけど、はいはいはい。で、筋骨マンも悪巧みとかはすごい、悪知恵はめっちゃ働くんですけど、推理できひんくてあんまり。できひんでもできひんって言ったらあれやけど。どういうことあんまり得意じゃなくて、もうなんか詰まったら、もうさ、殺されたやつ生き返らしゃいいじゃんっつって。なんかもう生き返らせた方が早くねえかみたいな言っちゃうんですけど、はいはいはい。そういう世界なんですよね、筋肉マンって。まあ、そういうことなんやな。で、逆説的に言うと、生き返らせられる世界観やから、殺してもいいっていう。いやいや、違う。スピンオフで。ちゃうねんな。ごめんなさい、これなんか危ない言葉使ってるように聞こえますけど、もうでも殺人事件で入ってるから、もうタイトルに。すごいメタいんですよね。いや、でもそれを他の作品ではできないじゃないですか、なかなか。生き返るっていうその設定がないとね。まあ生き返る作品は有名なありますけど。まああるけどね。そう、あるんやけど、そこでこうちゃんとミステリーを、まあこういう世界観やからこそミステリーを引っ張ってくるってもすごいなと思って。まずね。企画自体から。てか、ミステリーっていうかさ、ミステリー、なんでミステリーなんでミステリーか。みんなだってもう人殺せるぐらいの能力は持ってるわけですから。だからじゃない人殺せるぐらいの殺法とかあるわけじゃないですか。はいはいはい。48の殺人技みたいな、ね。そう48の殺人技とかあるし、みんな必殺技持ってるし。はいはい。で、死んでもいい世界線。世界観。じゃあもう殺人事件でいいじゃん。なるほどと思ったら読んで。いやなんかもう言わせてもらうと、筋肉マンの世界で人が死のうが僕はミステリ感を感じひんよ。もう生き返らしゃいいじゃんと思ってる。いや生き返らしゃいいじゃんっていうか、だって試合で死んだりするから、もうそういう倫理観なんだなって思ってる若干、っていうのもあるんかもな。まあ試合でいつもやってるしなみたいな。そう僕あんまり死ぬって知らなかったんですよ。筋肉マンの世界で、ね。そう筋肉マンの世界で死ぬって知らなかったんですけど、なんかアニメとか、あとはなんか振り返り動画みたいな公式のやつを見てたら、意外と人が死ぬと。はい。そういう倫理観なんだなって。結構パーフェクトオリジン編やと、ブラックホールの試合、びっくりしたな。そうやね。いろいろあるけど。まだネタバレかやってへんから。そうや、まだやってないから言えれへんけど。確かにびっくりした。そう。やから、まあそういう世界やから、ミステリーと言われても。あれでもリング上で起こるじゃないですか、あれって。殺人が。これ違うんですよ。密室とかで起こるんですよ。いや別にどこで起こってもええわ、もう。いや、放映されてるやん、リング上のやつはね。そうやね。ちっちゃいカメラとか置いて。誰も見られてないんですよ。いいよ、もう。死んでるってなるから。いいよ、もう。誰かが解かな。いいよ、もうって言うけど。コナン読んでるちゃんと。いやだからもう生き返らせたね。筋骨マンと一緒。これでも生き返らすのも実はこれ僕小説で初めて知ったんですけど、ちゃんとリスクあるんですよ。超人強度を、超人パワーをね、なんかその1000万とかあるじゃないですか、バッファローマンだと。あれを生き返らすときって、その生き返らす対象の人の超人パワーの例えば20万とかだったら20万を誰かが捧げないといけないんですよ。だから例えば100万持ってます。で20万のやつを生き返らすってなったら自分のパワー80万になるらしいんですよね。だから弱なるんですよ。だからそんな気軽にはホイホイ生き返らせられないんですよね。いやみんなで平等にさ分け合ったらみんな弱なるやん。いいこと言ったね今。呼んで。もうそれね、言ってやってくれ。ほんまに。そう簡単にはいかへんのよ。まあ大体揉めるんやな。そういうのは大体揉める。揉めるから。定番や。あったりするから、いやもうこれ、筋肉マンとミステリ掛け合わせたの、すごすぎんなと思って。めちゃくちゃおもろいやん。まず立て付けがすごいおもろい。まあ確かにそれはそうやわ。ところがね、一つポイントとしてありますと。でまあ立て付けがもちろん面白いっていうのはありつつもですね、なんかその中身じゃどうなんていうところなんですけど、これほんまに漫画が原作としてあるからこその小説というか、まあほんまにノベライズやなってめっちゃ感じたところがあって、僕あんまりそのノベライズとかを読まない
んですよ。そのもうほんまに小説が原作になってるやつはいはいはい。とかはちょこちょこ読んだりするんですけど、なんかその小説原作の場合、小説を読むときって結構情景とか、あとまあキャラクターの風貌とかって読み手側に割と委ねられるじゃないですか。あ、こんな見た目してんのかなとか。まあ想像して読むっていうのが楽しみであると。そこの余地が小説って楽しいっていうのもあると思うんですけど、筋肉マンさ、もうこれ読んでてもバチッとキャラ思い浮かんでくるわけですよ。もうまあ知ってる人からしたらそうやわね。そうそうそう。で、アニメも、まあ僕ら見たから、もうアニメで見たキャラなんなら声もわかるわけじゃないですか。はいはいはい。もうなんかこれ読んでるとほんまに情景がめちゃくちゃ出てくるんですよ。想像を働かせるっていうなんか能動的なことやらなくても、もうなんかブワーってビジュアル入ってくる。はい、イメージついちゃうと。そう。もはやこれ活字のみで構成されたビジュアルノベルだなと思いました僕は。なんかかっこいい言い方しますね。そうまあダサい言い方すると脳内再生率めっちゃ高いなと思いました。ダサいな。ダサいかも。そうこれ言ってそうみたいな。逆にこいつこんなこと言うんやみたいなのもあるから、それがなんか面白かったりするんですけど。はいはいはい。なんか例えばね、ミートとかやと、大体殺人起こった現場とかに、まあ、入った時とかに、ゲーって言うんですよ。イメージつくな。それはイメージつくな。脳内再生率高いですよね。はいはいはい。で、まあ、殺人事件が起こります。それ見つけてゲーって言います。で、超人が超人を殺したって分かった。ってなったら、これは超人による殺人事件。超人殺人だーって言うっていう。言いたいだけやろ、もう。それは言いたいんやろ。でも、喋るやん、よく。ミートって。いや、まあ、解説役ですからね。結構解説してくれるから。ミート、テリーマンとかは、しっかりこう、様子を教えてくれるというか。そうなの。それがやっぱ生きてるよね、ミート君は。生きてんのか、これはね。ちゃんと説明してくれるんですよ。殺人事件だって言ってくれたりとか、あと、このセリフでね、これ、モブやのにめっちゃ脳内再生されんなって思ったセリフが、これ帯にも書いてるんですけど、この人瞬間移動できるんですか？じゃあ絶対犯人じゃないですかってなんやねんそれ。セリフがあって、これ帯見たとき、ミートが言ってんのかなと思ってたんですけど、モブが言ってましたね。警備員1みたいな人が言ってて、いやでも言ってそうってめっちゃ思って。でもこれ、あれなんかこの瞬間移動とか4次元殺法みたいなんから言うと、あのキャラクターを指してるんですか？さすがアニメ見ただけあって。見ましたから。どうだろうね。いやだってね、瞬間移動ができるといえばあのキャラクターみたいなのがいるんですよね。そう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 。はいはいはい。これどうですかね。てか瞬間移動のキャラがいる時点で推理する必要なくなると思うねん。てかそいつが犯人かもしれないし、そうじゃないかもしれないし、でも証拠はあるのかい？いやだからさ、証拠が生まれへん能力やから、もう推理せんと諦めた方がいいと思う。いやでもだってな、立証するためにはさ証拠とか動機とかいるから。いやそれはいやと思うねんな、瞬間移動っていうチート技があると。ちゃんとコナン読んでる？いや証拠はってあるでしょ。コナンは証拠が残る犯罪ばっかりやからさ、なんとかなるかもしれんけど、一人でも瞬間移動ができるかもっていう人がいたらもう可能性を消せへんくなってしまうんやって。二人おる場合は危ないかもね。二人おる場合ってなるから。でも一人しかおらん場合は、いやお前やんって。いやでもさ、なっちゃうかもしれん。お前やんって可能性は高いけど、別の真犯人がいる可能性もあるじゃないですか。でも消しきれへんくなったらさ。でもまあそこはミートの頭脳にね。それ庭さんの頭脳が追いついてないだけだと思う。それは。ミートやったら解決できる。解決できますね。そうなんや。いかに超人といえど、やはり殺人をするときは絶対証拠が残るんですよ。そうなんや。そこがやっぱミステリーのいいとこですよね。はいはいはい。ちゃんと解決するよ。全部迷宮入りするとかじゃないから。ちゃんとミステリーしてるからそこはね。ちゃんとわかるよね。そう。がありますと。あとね、アニメでは見いひんかったけど、見られへんかったけど、めっちゃ情景思い浮かんでくるっていう、すごい好きな文章があって、4次元殺法殺人事件一番最初のエピソードなんかな、これで言うと。はあ、そうなんや。なんですけど、その次のエピソードで、代々木公園でイベントやってますみたいな。でそこで死ぬっていうのがあるんですけど、イベント中に死ぬっていう事件があるんですけど、そこで、一応いろいろキャラが出てくる中で一人、
知恵のアマンね。出た、佐島さんが好きなキャラクターね。めちゃくちゃ好きな知恵のアマンっていうキャラクターがちゃんと出てきて、うんで、アニメと違ってセリフあるんですよ、ちゃんと。はいはいはい。語尾、知恵やった。何々知恵って言って、おいそんな喋り方すんねん、こいつと思って。なんやねん、語尾知恵って。でもめっちゃなんか聞いてへんはずやのに脳内再生されると思って。いやいや、声出てなかったよね、アニメでは新しいやつ。そうそうそう、パーフェクトオリジン編では出てへんかったし、動いてもなくて、はいはい、でこれすごい大事なのが、ちゃんとこれは小説に文章として書かれてたんですけど、知恵のアマンが動くたびに体がじゃらりとなるって、うるせえよ。めちゃくちゃ情緒的な。この文マジで名文やなと思いましたね。どこが名文なの？めちゃくちゃ使いたいと思ってこれ。使えへんやろ。あと怒りでこうプルプル震えてる時とかもジャラジャラなるらしい。うるせえな。嫌だな。あまり近く。嫌って何なんですかそれ。近くにいてほしくないやろ。何それ。子供とかだって泣いたりするやん。うるせえなって言うんですか庭さんそれは。いや、それ子供やから。いや知恵のアマンやから。嫌やねんな。それは嫌やねん。なんでなんすか。しゃあないやん体の構造的にさ知恵のアやねんからジャラジャラなるよそら。貧乏ゆすりしたらチャカ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 とかなるやろ。嫌やんじゃ。しゃあないよそれは。嫌やな。スプリングマンだって多分ギシギシなってるよ。嫌だな。しゃあないですよね。いやまあはい。そうとかがあって、これは僕多分旧アニメとか見たら、知恵のアマン多分出てるはずやから。はいはい、そうですね。そっちだったら見れると思うんですけど、これに関してはマジで小説で読めて、この文章で読めてよかったなと思って。笑うやんと思ってもうたけどね。書かれたら。そうやね。そう、とかあるんですけど、いや、これはいいなと思って。原作があるからこそのこの想像の知恵のアマンってだってテキストだけで書かれてたら分からへんもんね。もう。いやまあイメージするギリできるんちゃう。どの知恵の輪にするか分からへんけど。どの知恵の輪、それ商標とか取られへん。大丈夫それ。いや分からへんけど。何社の知恵の輪とか書いてたら分からん。言われるんちゃう。いろんな形があるやん知恵の輪ってね。何型って言うとか分からんけどどういうこと？あるんちゃうの？あるんかな。あると思う多分。業界ではあると思う。あるんですかね。ちょっと知恵の輪業界の方教えてください。はいはい。でもなんかそういうのがあったりとか、これちょっと様式美みたいなところに入るんですけど。はい。もちろん事件起きてなんだっていう状況整理編みたいな、とあとその推理編みたいなのがエピソードの中でも分かれてるんですよね。創作パートと推理パートみたいなこっちゃね。その創作編から解決編に入るときに、今解決編のゴングが鳴ったっつってこれ来るんやなとミートの。それもなんか言いたいだけやな。ここから試合開始なんやなミートはっていうね。超人殺人だとセットに近しい、ね。そう。なんか様式美はね、なんか筋肉マンの方も多分様式美って結構あると思うんですよ。僕らがパーフェクトオリジン編しか見てへんから、これなってならへんだけで、多分いろいろある作品やと思うんですけど、なんかそこら辺もこううまく多分使ってるんやろうなと思って。テリーマンの靴紐みたいなもんかな。シューズの紐がってやつ。ちょっと不吉なことが起こる予兆みたいなね。あれの天丼めっちゃ面白かったけど。パーフェクトオリジン。それはまたね、アニメ編でまた話しましょう。そう、みたいなその様式美とかもあって。いや、これは原作あってならではのやつやな。ないと分からへんもんね。ゴングが鳴ったとか言われてもさ。何のメタファーってなるもんね。まあそうやね。そうやね。まあでも原作のアニメの方でめっちゃゴング鳴らし忘れてたけど。多分ね、それ様式美っぽいの。そうなんかな。多分そうやねんな。なんかもうゴング鳴る前に、なんか始まってね。どっちかが仕掛けて始まって、後で、おい、ゴングをって言って鳴らすって多分様式美かも。パーフェクトオリジン編でも2回ぐらいありましたもんね。あった。だから、それの逆なんかもしれんね。あえてそう。ミートは鳴らし忘れへんと。ミステリーの方では鳴らすぞっていう。確かにな。あり得る。今早くゴングを鳴らせとか書いてほしないもんね。ミステリーの時に。そらそうやな。余計ななんか入ってくるから。操作編の途中でさ、なんか、早く今ゴングを鳴らすんだみたいな。いつの間にか推理が始まっていたっていう。これさ、実は2巻目があるんですよ。あるの2巻目が、なんか言ってたか。そう、悪魔超人熱海旅行殺人事件っていうのがあるんですけど。旅行行くなよ。そっちであるかも、もしかしたら。もう推理は始まっている。ゴングを鳴らせあるかも、もしかしたら。なんで超人で熱海旅行行ってんねん。
慰安ちゃう慰安旅行みたいな。いやねや、オフシーズンにさ。いや、あいつらはさ、なんかカプセルかなんかに閉じ込められてさ、メディカルサスペンション制度で。そうそう、休まなあかんねん。これ制度であるんちゃうなんか。熱海サスペンション制度みたいなのあるんちゃう。何やねん、熱海サスペンション制度。あるかもしれない。熱海が迷惑や、絶対。いや、そこでは騒ぎ起こさへんから。絶対起こすわ。起こるか。穴通じてくるかもしれない。東京ドームから熱海まで。温泉に穴開く可能性あるもん。東京から来やすくなっていいんじゃないの？ドームから穴開いて熱海まで来たら。まあ、詳しくはすいません。皆さん、パーフェクトオリジン編のアニメを見てくださいね。そうですね。まあ、みたいなところもいろいろ喋ってきましたけど、これ3つ目、小説ならではの表現とかも、この小説すごいいっぱいあって、まあ絵がないわけですからね。そう、活字だけやからこそできることとかもしっかりめっちゃ詰め込まれてて、そこまで含めてすごいいいというか作り込まれた小説だなと。まあネタ小説って思ってるかもしらんけどまだ。まだ思ってる。思ってる。いやめちゃくちゃ作り込まれてるから、最後にその小説ならではのところっていうのも、すごいなって思ったのが、コナンでいうところの半沢さんっていうの。犯人のこの黒いシルエットのあれあるじゃないですか。あれって、まあ、活字で言ったら、この小説の中だと主語をぼかして、誰々が何々をしたみたいな風に書かれる時があるんですね。例えば2人の超人が、まあ、部屋の中で対面していてみたいな、どの超人かわからんみたいなことがあったり、なんかこう誰が誰を手にかけたかわからんけど、パイルドライバーをしたっていうことだけはわかるみたいながあるんですよ。なんで殺人でパイルドライバーして超人殺人やから。いやまあ実際パイルドライバー確かに直で食らったら生きてられへんかもしれんけどね。リングじゃないからね。せやな。控え室でやってたから。リングでもあれまっすぐ当たったら多分終わる。まあ確かにプロがやってるからいけてるだけでね。そうやね。そう。まああったりするんですけど、その主語がぼかされてる状態、なんかコナンでいうところの半沢さんの状態になってるんですけど、でもコナンやと、まだまあみんな平凡な人間じゃないですか。平凡じゃないけどね、殺人してるから。いや、っていうか、スーパーマンレベルのやつらもおる気はするけど。たまにね。だからなんかちょっと体型がこう、体型違うくないみたいな時もあると思うんですけど、半沢さんと犯人の体型全然違うくないみたいなとか、そのシルエットみたいな。まああれはあくまでイメージやから。そうイメージですから。ただ、例えばこの小説を、まあアニメ化しますってなった時に、半沢さんと同じ演出はできひんなと思ったのが、シルエットバラバラやん。まあ、さっき言ってた知恵のアマンなんて人型ですらないから。そう。半沢さんできないですよね、あれ。できないね。棒っていうかなんか線でこう書くみたいな。まあギリスプリングマンと知恵のアマンどっちかなみたいな。いや、わかると思う。顔の位置違うね、あいつら。そうやねんな。スプリングマンこの、なんていうか、コイルっていうか。バネの先っぽに顔があるから。知恵のアマンどこにあるんか分からへんもんね。知恵の輪にある。そう、あったりするんで、そのなんかね、まあみんな骨格から違うから、そうですね。これ映像化不可能やなと思ったんですよね。なるほど。その同じ話の流れをしたいんやとしたら。で、これめちゃくちゃ、やっぱ小説じゃないとそのぼかし方っていうのはできひん。し、ミート君とかがこう操作をしてる中で、犯人が結構、ほくそ笑むというか、これはバレねえぞ、みたいな。なるほどね。いうところもあったりするんですけど、もうみんなさ、声すごいやん。筋肉マン。まあ、声も語尾もめちゃくちゃやからね。なんかやから、これ小説じゃないとできひんなと思って。半沢さんの時って声変わるんかなでも。コナンの場合とかも。声ないんちゃう？ないんか、そもそも。多分、コナンの犯人って喋ることない気がする。半沢さんだけか、スピンオフの。おそらく。喋るんかな分からんけど見たことないから。セリフないんちゃうかな通常ではないと思います。でも結構喋るんですよ、犯人は、主語をぼかされてね。喋るんですけど、これマジで小説ならではやし、この構成めっちゃおもろいなと思って。一区一こうミートの気づいたこととかに犯人が、やばいみたいなとか、何々と言わねばみたいな。あんまり僕見たことないな。そう。アニメで多分やりづらいし、それって。でも小説ならではやし、なんかミステリー小説にしてもなんか珍しい気するなとか思って。いや、これ結構おもろいなっていうのがあったり、あとまあ多分庭さんにも分かりやすいところで言うと、僕が庭さんにも送った気するんですけど、文章でブラックホールが懐かしそうに笑ったとかいう文章があって。ブラックホールは懐かしそうに笑わへん。いや、電車で読んでてってなったよ。
これね、キャラクター知ってる人だったら意味がわかると思うんですけど、ブラックホールって顔ないのよ。頭はあるけど顔ないの。でっかい穴が開いてるんですよね、顔にね。そこからなんかいろいろ吸収できるみたいな。そうそう、目とか鼻とかないんです。ほくそ笑んだりとか。ほくそ笑まへんやん。懐かしそうに笑ったりとか。なんやねん、懐かしそうに笑う。するんですけど。いや、でもブラックホールのこの機微、感情の機微を味わえんのマジで小説でしかできひんなと思って。これすごいなと思って、この小説。機微って。感じたことある？いやいや、ブラックホール懐かしそうに。顔からはないよ、ないから。ないよね。でも小説だとできるのよ、それが。いやいや。あいつ懐かしそうに笑わへん。いや、笑うね。笑わへん。笑う書いてるから、それは。読んで、それは。あいつ証拠ここにあるから。ここに。いやいや、優しそうなキャラクターじゃないから、やっぱり。いや、懐かしそうに笑うだけだから。優しそうに笑うわけじゃない。ああ、そう、懐かしそうに、そうな。っていうね。でもなんか笑ってまうやん、そんなんみたいな文章が結構あって、いや、これはマジで小説ならではやなと思うところがありつつ、まだネタ本と思ってるかもしらんから、最後ダメ押しで言うけど、めちゃくちゃちゃんとミステリしてんねん。いや、説明を受ければ受けるほどやっぱりネタ本やなと思ってはいるんやけど。すごいよ、ミステリ本としても。ミステリしてるんや。なんかね、ほんま軽い気持ちでやっぱね、勝ったのは勝ったんですけど、なんかね、ミステリとしても普通に面白いところがあって、さっき言ってた、創作編解決編って分かれてますっていうところも、すごいミステリ前としてていいなと思ったし、ちゃんとね、容疑者みたいなのが、怪しいやつが、大体3人ぐらいおるわけですよ。コナンとかでも大体いますよね。3人とか。5人ぐらいおる時もあるけど。友達、彼女、知り合いみたいなのが出てくるやつね。全員に動機があるみたいな。ありえるな、みたいな。そうがあったりとか、あとこれ、超人じゃないと絶対できひんよな、みたいなトリックが、もちろんあったりするわけですよね。いや、トリックというかって感じ。トリックがあるんですよ。これが。いや、もうあいつら何でもできるやろ、大体。いや、でもトリックやから、それ使うのはさ。いや、ていうかさ、今思ったんやけど、その超人としての能力を使ったトリックって、自分がやったって言ってるようなもんであって。でもそのトリックが何か分からへん。そう自分の能力を使っちゃうと、証拠出てきた時に、こいつやんってなっちゃうってことね。そう。いや、その殺人事件でも一緒やから。いや、違う。例えばね、ナイフでの殺人が起きましたってなったら、指紋が残ってへん限りさ、そのナイフで誰でも刺せる状況やったら断定できなくなるじゃないですか。でも、勝ったとか分かっちゃうけどね。長い目で見ればね。でも、超人のさ、必殺技を使うことによってさ、つまり、お前がやったんだなっていう決め手になるやろ。いや、なんかどっちかというとね、殺し方としては、パイルドライバーとか、プロレス技で死んでるんですけど、その殺した過程を隠すために、この超人の能力を使って、バレへんようにするっていう感じかな、どっちかっていうと。なるほどね。そういうことか。そう。しかも、こいつ絶対犯人やんと思いながら、多分、一個、こいつ犯人やと思ってると思うけど、もうすでに。そうやね。思うけど、その一歩先あるんですよ。へえ、一歩先。そこまでそうなんや、みたいな。何やその謎もあんねや、みたいなとか。そこも伏線なんや、とか。あったりして。これね、僕は結構コナン今75巻ぐらいまで読んでるけど、この本の真実だけは読めなかったなっていう。なんか腹立つな、ところで。いや、コナンだってあんたそんな真実読めてないでしょ。いや、絶対こいつ犯人やって思いながら読んでるよ。当たってる？五分五分かな。いや、外れてんねん。何が五分五分やねん。外れやろ、それは。五分五分でしょ。いや、外れ。だってさ、3人ぐらい容疑者おってさ、でも 50% の確率で当てたら結構じゃないそれ。いや、50% 弱いな。2択をなんかこう、ずっとやり続けたら 50% なんのはわかるけど、3択、4択でちゃんと 50% の確率当ててるんですよ。いや、なんかそれ当てられるって言ってほしくない。5割では。無理や。でも、読めなかったね。読めなかった。この本だけは、この本の真実だけは読めなかったねというところで。はい。これ渡します。貸してもらえるの？庭さんに貸します。貸してくれるの？もう妻も読み終わったって言ってたんで。はい。読みました。漫画760のこのしおりもね、一緒に。お渡しってこれ庭さんが作ってくれるやつ。これ紐結んでんの僕やから。そうなんですよね。お渡しするんで。はい。これほんまに漫画っぽい。そうなんですよ。想定。
サイズがそもそも多分単行本と同じサイズやねんね。そうやね。そうそうそう。小説の文庫本とはちょっと違うサイズなんですけど。で、ちゃんと裏も、漫画のあらすじがこう書いてあるレイアウトになってるんですよね。すごいね、この再現度。そうなんですよ。だからわざわざ千葉からね、3万円かけて運んできたんで、これ。いや新幹線で。違う。このために来たわけじゃないでしょ。まあ、いろいろあるけどね。いろいろあるけど。ついでやろ。持ってきたんでしょ。ぜひね、読んでいただいて。帯に書いてあるさ、殺人事件の事件名言っていい？いいんじゃないですか。帯書いてるしね。1個目が、一番最初の4次元殺法殺人事件。で、2個目が、蘇った被害者。いや、ほな、もうええやないか。そんなことない。そんなこと読んでから言ってよ、それは。なんか、死者の蘇生に反対しているのは誰だって書いてある。何その話。そこはさっきニアさんが言ってたね。みんなで出せばええやん。そんな簡単じゃないんですよ。で、3つ目が、1000万の鍵。なんか、いいっすよね。違う事件になってきたね。で、4つ目が、なんていうの、受肉館殺人事件。そう。ちょっとミステリーっぽくないこれ。ちゃんと山奥の館に集った超人たちがって書いてあるけど、いや、あいつらが集えるサイズの、そういう山奥の館ないやろ。あるね。ぎゅうぎゅうや。満員やった。やっぱり満員やん、そんな。あかんよ、そんな。よくないよ。そうか。この4つが、一応収められてると。そうですね。で、プロローグ、エピローグがあるんかな。はいはいはい。わかりました。じゃあこれ、読みますわ。そう。ぜひね。結構読みやすいと思いますね。ほんまです。再生率高いから。まあ確かにね。わかりました。はい。はい。ありがとうございます。はい。ぜひ、皆さんもね、購入して、ぜひ読んでください。これあれやね。後日談になるけど、ポッドキャストウィークエンド。そう。そうなんですよ。で、これを販売してたよね。多分ね、付録でもその感想とか喋ってると思うけど。売りますか？売ってんねん、多分。僕らがね。終わってるから。そうか。まあじゃあ、買った人は、読んで、ぜひ感想をお届けください。で、現場で買えなかった人は、ぜひ Amazon とかで。アフィリエイトリンク踏んでね。じゃあ概要欄に書いておきますんで、よかったら、はい、見てください。はい。漫画760。エンディングです。漫画760では番組の感想、コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。YouTube では収録の模様が見れる動画版をアップしているので、ぜひチェックしてください。リアルでやってますね、今回。対面で。対面でございまして、付録でもね、一回やったんですけど、その続きで撮っておりますということで。いや、対面で撮るのいいね。やっぱり。ちょっとなんか照れくさい感はやっぱりあるんですけど。距離近いから、あんまりなんかね、目まっすぐ見れない。ちょっと照れくさい。なんか不思議っすよね。不思議ですね。なんか英語を喋るときとか、海外の、日本の文化圏じゃない人と喋るときとかって結構目合わせて喋るみたいな。あるんで、なんかその時は照れくさくないんですけど。日本語の時は目合わせへんの？日本語の時、なんかでもちょっと目合わせすぎると失礼みたいなのあるじゃないですか。日本って。そんなんあるんや。そっか。京都ではないです。ないどすね。京都ですからね、ここ。はい、京都です。ないどすね。目合わせて、エンドスへ。合わせた方がいいんちゃうと思ってたけど、そうか。一応なんかそれは多分西洋の文化というか、らしくて、今どっちが日本で主流なんかわかんないですけど、なんかまっすぐ見れないですね、でもね。ちょっとね、恥ずかしい。近いしね。距離ね。なんかカメラで見る以上に、この距離近いから。近いね。これ向き合ったらね、めっちゃ近いから恥ずかしいですね。そうなんですよ。でも盛り上がるね、この方が。まあ確かにね。なかなかね、そう簡単にはできないですが。そう。で、次、どこで会おっかって話をちょっとしたかったんですけど。はい。オフラインでね。まあ今回は、佐島さんが千葉から京都にやってきた。そう。次は。で、前多分東京に来て、一緒に撮ったりとかしたんかな？そうですね。まあ、Spotify スタジオとかで撮ったこともあったし、そうですね。はい。次、間がええんちゃうかなと思ってて。熱海。殺人事件起きるやん。いや、じゃない。なんやねん、解決するからでも。いや。迷宮入りせえへんから。するかな？ 2 巻まだ読んでないんですよ、僕。はい。熱海旅行殺人事件？悪魔超人熱海旅行殺人事件。
そっち無免許でするかもしれんけど、もしかしたら。しかも佐島さんさ、その徳側でいるけどさ、死ぬ側かもしれへん。それは分からへんから。俺はもうこんなとこから出ていくって言って出てくる。終わりやんじゃん。おい放っておけよ。ちょっと頭を冷やさせてやれとか言ってたら。死んでる。妻連れてきますわ。キャーって言ってくれると思うから多分。連れてくわ。いやいや、めちゃめちゃ辛い思いしなあかんやん。辛いと思うけど、コンテンツのためやからね、それは。超人パワー分けるわ、じゃあみんなで。はい。でも僕、庭さんより超人パワー高かったら生き返らせられないですよ。あ、そうなんあ、そう。そうなんや。その時はみんなで多分集めなあかん。はい。まあじゃあ奥様からも超人パワーもらって。そうやね。熱海の超人たちも連れてきて、そのあたりの。熱海の超人たちって何やねん。そう、ええんじゃないかな、ちょっと思って。はい、熱海ね。そう。その時にこれ返してくれたらいいから。あ、そんな遠くていいんや。いいっすよ。あ、そうなんや。だって、まあこれ時期的に言うと、ポッドキャストウィークエンドの、2週間前ぐらいぐらいですね。2、3週間前ぐらいに撮ってます。撮ってますけど、読める？何ポッドキャストウィークエンド。そんなすぐ旅行行くの？もう来年2月3月。いや、1月2月ぐらい、来年の。あ、そう。2025年。まあそれは読めるんちゃう。ほんまに？読めると思いますよ。コナンは？コナンは、まあ最後の追い込みで。最後の追い込みでね。はい。熱海は1月2月ぐらいに桜が咲くから。あ、そんな早く咲くんですか？そう。なんか多分桜の品種的にもあると思うんです。なんか僕説明を受けたのは温泉のなんていうのそのおかげで割とあったかい、その地表があったかいから早めに桜が咲くみたいな。ああ、なるほどね。ことを言われたけど、ネットで調べたら早い品種って書いてある。どっちか分からへんけど。まあとにかく早めに咲くらしくて、寒空の下、一緒に桜見ながら収録しようぜ。いや、収録は部屋でしようよ。部屋の方がいい。それはそう。あ、そっか。海の音とか入ってなくていい？大丈夫。あ、そう。じゃあ、スタジオ探してます。いや、部屋でいいやん。泊まる部屋で。あ、そこでやるってこと？でももうなんかそれやりだしたら有名ポッドキャスト番組とほぼ一緒やけどね。あ、そうなん？やってる合宿とかね。そう。なんかこう、詰め込み合宿みたいなのね。じゃあ、泊まりに行くか。そうやね。まあ温泉旅行。あんまりね、佐島さんとそうやって遊びに行ったことないから。ないよな。ないです。ないよなって言っちゃったけど今。ないですよね。ないです。ないです。距離近いから今。ないです。はい。じゃあ、行きましょうかね。そうですね。はい。次は熱海で。めっちゃ噛んだけど。あたたみで。お会いしましょう。はい、お会いしましょう。はい。では、皆さんはまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。